皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢関連のニュースを3つ取り上げていきます。まず第1に、ウクライナ、ロシアとの間における部分停戦案が合意されました。今回合意されたのは主に黒海周辺での部分停戦についてです。そして2つ目は、ウクライナの戦況報告。アメリカが主導する形で停戦するかしないかみたいな外交が行われているわけですが、戦場においては激しい戦いが現在もなお続いています。そして3つ目は、ロシアから離れる友好国。2022年以来、ロシア軍はウクライナに注力していて、それ以外のところへと目を配ることができていません。そのために、従来ロシアが勢力圏としていた地域においても、その影響力を失っています。かつてはソ連に所属していたアルメニアが EU への加盟を目指す動きを強めています。今回はこの3つの話題について見ておきましょう。まず最初に取り上げるのは、黒海における停戦合意案について。アメリカが主導する形で、アメリカ、ロシア、アメリカ、ウクライナといった形で話し合いが行われ、間接的な形でウクライナ、ロシアとの間における部分停戦案が合意されました。毎回のようにトランプ大統領は非常に建設的な話し合いができたとして、プーチン大統領に対して前向きな評価を与えています。今回もまた部分停戦案については、ロシアにとって都合の良い部分がかなりあります。まず最初に確認しておくのは、この部分停戦案、黒海における軍事行動全般についてやめようという話になっています。黒海はウクライナにとって海上貿易路として非常に有効なだけでなく、ロシアにとっても同様に貿易には使用します。この海における戦いが激しければ激しいほど、双方にとって経済的にも大きな影響が出ます。ただし、今回の部分停戦案について、アメリカはうまくいったという話をしているのですが、ロシア側は注文をつけており、実質的には停戦以上のものを望んでいます。ロシア側が望んでいるのは、制裁解除を前提とした部分停戦案です。ロシアは食料や肥料などの貿易に関して制裁が解除された後であれば、この部分停戦案について効力を発揮するものとしています。ヨーロッパ各国はこうした制裁を解除することを人質に取った外交に対してはノーを突きつけるべきだとしていますが、アメリカのトランプ大統領はこうした申し出に対して現在検討しているとしています。トランプ大統領にとっては、ロシアとの停戦案がまとまるのであれば、プーチン大統領の申し出に対してかなり配慮することで知られています。そのため、制裁を解除してしまう危険性も十分あります。一方、黒海での部分停戦案のその前に決められていたエネルギーインフラ施設に対する攻撃についての部分停戦案についても進展がありました。攻撃対象の一覧としては、原子力発電所、火力発電所、水力発電所、燃料貯蔵庫やガスのパイプラインや変電所、配電設備なども含まれる攻撃停止案となっています。しかし、プーチン大統領はすでにこれらのエネルギーインフラ施設に対する攻撃命令は停止するよう軍へと伝えたと発表していますが、ウクライナのゼレンスキー大統領はこの発言を否定しています。プーチン大統領が軍に対してエネルギーインフラ施設への攻撃を停止するよう命じた。その発言があった後にも、すでに8回もの攻撃が行われており、それによって民間人の死傷者も出ていることを明らかにしています。また、エネルギーインフラ施設関連の話題としては、ザポリージャ原発についての扱いもロシア側から声明が出ています。アメリカのトランプ大統領は、ザポリージャ原発の所有権をアメリカへと書き換えることができれば、原子力発電所の安全な運行へとつながるとして、ウクライナに対して所有権をアメリカ側へと渡さないかと提案したと言われています。これに関してロシア側は、すでにザポリージャ州の原発はロシアの領土内にあるものであり、アメリカの所有権へと切り替わるといったことは全く現実的ではないと否定しています。プーチン大統領の言い分としては、ウクライナの東部南部、クリミア半島、これらは全てウクライナ領ではなくロシア領であり、この前提を崩すつもりはないとしています。そしてこの話の続きとしては、ウクライナが東部南部合わせて4州について自分の領土だと主張しているが、ロシア側はこの領土はもはや固有の領土であり、ウクライナが不法侵入状態であるとして、一度もロシア軍が占領していない地域からもウクライナ軍は撤退するべきだとして、領土の明け渡しを求める方針だとしています。
こうした黒海やエネルギーインフラ施設に対する停戦合意案については、プーチン大統領は一番最初には確かにその停戦合意には賛成するよと言いつつ、実質的にはその中身で完全に否定するといった手法をとっています。さすがにこうした外交が続いたことによって、トランプ大統領もプーチン大統領の意図を少しは感じたのか、ロシア側は故意に停戦合意を遅らせようとしているのではないか疑っていると発言を行っています。現在トランプ大統領の周りには苦言を呈する閣僚といったものが見当たらず、ほとんどがトランプ大統領の意見に賛成しか言わないような人物ばかりです。そのためまだまだプーチン大統領の思惑通りに進むような米ロの交渉になりそうです。続いて戦況解説。戦争研究所の発表している地図を元にして解説を行っていきます。ウクライナの地下資源についての交渉が行われたことから、戦争研究所の地図でも地下資源がどの地域にどんなものがあるかについて地図の中で同時に表示するようになりました。そのため地図としてちょっと見にくくなっているなという感じがしてしまいます。まあそれはそれとしてウクライナの戦場の様子を見ておきましょう。まずは最も北の戦線、クルスク州における戦い。ウクライナ軍の後退が続き、制圧している地域は国境付近のほんのわずかとなりました。一方でロシア軍はこのウクライナ軍を撃退するため集まっていた部隊が逆侵攻しようとして今はスームイ州に一部入り込んでいるところです。そのためこの近辺では激しい戦いが現在もなお続いています。そしてクルスク州から後退した部隊が一部転進したのがお隣のベルゴロド州に対する攻勢です。戦争研究所の地図ではあまり反映されてはいませんが、国境周辺における戦いが各地で起こっており、ベルゴロド州へと侵攻しようとするウクライナ軍の姿があるようです。ただしこれはクルスク州における戦いのように500平方キロであるとか1000平方キロメートルであるとか、そのぐらいの広大な地域を制圧しようとする動きではないでしょう。ロシア軍の手薄な地域を攻撃することによって対応する部隊を集めることによって他の地域全般に対する圧力を減少させるためのいわばおびき出すための攻勢だと言えます。それによって一部地域でも制圧することができれば、それをもってして外交カード化しようとするのがクルスク州やそのお隣ベルゴロド州におけるウクライナ軍の基本戦術だと見られます。東部戦線における戦いでは2024年と違って現在では少し一進一退といった感じとなっています。じわじわとロシア軍が押していたクピャンスク方面で一部押し返していたり、ロシア側が制圧が終わったと言っていたトレツク周辺でウクライナ軍が奪還をしていたりと、この地域での攻勢、ロシア軍が息切れしている地域もあるようです。ただし、逆にこれまでずっと動きが見られなかったような戦線において、ロシア軍がじわりと前進を見せています。それが南部戦線です。ザポリージャ州の中での戦いは、おそらく去年1年間ほとんど動きがなかったような場所です。それがここに来て少し動いています。プーチン大統領はザポリージャ州はもはやロシア領であると宣言していますから、なんとかその発言に現実を合わせようとしているのかもしれません。そして最後にロシアの友好国であった国が EU へと向かっています。ウクライナの南にはトルコがありますが、そのトルコの東側、アルメニアが EU への加盟に向かっています。アルメニア議会がEU 加盟法案を賛成多数で採択。ロシア離れの立場加速。タス通信によると、アルメニアの議会は EU への加盟交渉開始に関する法案を賛成多数で採択した。アルメニアはロシアが主導し、旧ソ連5カ国で作るユーラシア経済同盟 EAEU の加盟国。ロシアのプーチン大統領は EU と EAEU の同時加盟は不可能だと主張し、牽制している。親欧米のパシニャン首相は、ロシア主導の軍事同盟、集団安全保障条約機構 CSTO からの脱退も示唆し、ロシアに依存しない国際関係構築を模索している。パシニャン氏は EU 加盟方針の決定には国民投票が必要になるとの考えを示している。アルメニアは隣国アゼルバイジャンとの領土紛争でロシアから軍事援助を受けられなかったことなどからロシア離れの立場を加速させている。現在のウクライナ軍に対するアメリカからの軍事支援は
時間の経過とともに徐々に下がっていく状態にあります。なぜならトランプ政権は現在議会においてウクライナ支援のための予算を獲得していません。新たな予算がついていないのであれば、新たな軍事支援も発表することがありません。今行われているウクライナに対する支援はあくまでもバイデン政権時代に決まったものが送られているに過ぎません。ですから、決してウクライナ軍の力が強くなる状態ではないわけです。ところが東部戦線やベルゴロド州における戦いなどで、ウクライナ軍が一部地域で攻勢に出ることができているのは、ロシア軍の方も盤石ではないことを意味しています。そもそもロシア軍の方の装備品がだんだんと質が下がってきたというのは、この戦い全般で言えることです。2022年頃のロシア軍の攻撃であれば、戦車や装甲車といったものがずらずらと並び、それらに対する迎撃戦闘といったものが非常に多く見られたものです。しかし、破壊され続ける戦車や装甲車によって、ソ連時代の兵器がどんどんと再生、そして前線へと送られ、それらについてもどんどんと破壊されることによって、民間車両やもしくは車両ですらない馬やロバさえも前線に送られることとなりました。もちろん全ての部隊がそのような劣悪な状態ではありませんが、部隊によってはそれぐらい装備が劣悪なものも出てきているわけです。弱いところを叩けば、ウクライナ軍でも押し返すことができるわけです。双方ともに盤石な状態ではないものの、それでもなお戦いは続いていくというのが今のウクライナの戦場だと言えるでしょう。そして、ロシア軍が盤石ではないからこそ、周辺国のアルメニアが EU への加盟を目指しています。もしもロシアによるウクライナへの本格的な侵攻といった出来事がなければ、現在でもアルメニアはロシアの友好国であり続けたでしょう。しかし、周辺国に対する影響力を発揮することができなくなったロシアは、友好国であるアルメニアをとどめることができない状態となっています。ただし、もしもこの後、ロシア・ウクライナ間における停戦が本当に成立するような日が来れば、今度はアルメニアにとっては非常に危険な国際情勢となるでしょう。プーチン大統領は常々 EU や NATO の勢力圏が拡大していることを非難し続けてきました。アルメニアはロシアと直接国境は接してはいませんが、アゼルバイジャン経由でロシア軍がなだれ込んでくるといった未来が起こり得ることは十分考えられます。そんな簡単に軍事侵攻といったカードを切れるわけではないというのは、それこそロシアによる本格的な侵攻が行われるその前ぐらいの国際秩序の姿です。現在のように戦争によって占領した地域についてアメリカがもはや黙認するような状況になったこの国際情勢下においては、軍事力の行使といったものはさほど驚くことでもないような状態になっているわけです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。情報の整理整頓に役立ったなと思われる方は動画を見合ったら評価ボタンのクリックやスーパーチャットのご利用もご検討ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。